ちは、あです。今回の動画では加藤のアントラックスーパーライナーと牽引機を開封していきます。まずは牽引機 ALC42 から開封。50周年ロゴが入った塗装のものを購入。2021年にデビューした重厚感のあるディーゼル機関車です。アメリカの機関車らしい武骨な印象がなく洗練されたデザインですね。ナップルカプラーが標準で装着されています。機関車ですが室内灯が組み込めるためボディを外しましょう。台車付近からこじって外していきます。なかなかボディが外れませんが、運転台側から外していくと外しやすいと思います。ボディを外したら室内灯の組み込み位置を確認しましょう。後ろの台車の真上あたりになります。室内灯は加藤の純正品の照明ユニットのみを使用します。照明ユニットのカバーを外して基板を直接組み込みます。基板に対して直角に立つ終電金具を外側へ斜めに曲げておきます。基板に対して135から150度程度で大丈夫です。角度をつけた終電金具を車端部側に潜り込ませるように差し込み、照明ユニットを組み込みます。点灯テスト。ボディを戻すとどんな感じの照明になるんでしょうね。ボディを戻してみましたが、照明が分かりづらいですね。ちょっと側面から寄って見てみましょう。側面の大きなスカシルーバーの内部が照らされていますね。うっすらと漏れる明かりがいいですね。次は客車スーパーライナーを見ていきましょう。機関車と客車3両のものではなく、客車のみ6両のセットを購入しました。では1両ずつ見ていきましょう。まずはバゲージから。1階建ての荷物車となります。日本の荷物車と異なり、扉以外に窓がありませんね。次にトランジョンスリーパー、2階建て車両と1階建て車両の接続を兼ねた寝台車となります。片側だけ貫通路とホロの高さが低いのが特徴です。当然こちら側は他の2階建て車両を連結できません。最初にチェックしたバゲージとの連結専用ですね。3両目はスリーパー、2階建ての寝台車となります。2人用の個室と家族用の個室があり、2段ベッドが標準となります。4両目はダイナー、2階が食堂で1階がキッチンとなります。5両目はラウンジ、屋根の片部が天窓仕様となります。2階がラウンジとなり、1階にトイレ、洗面カフェが用意されています。6両目はコーチ、座席車となります。室内灯は加藤純正品をそのまま組み込めます。次回の動画ではスーパーライナーに室内灯を組み込んでいきます。時計に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
ました。